はいどうも皆さんこんにちは、ひでチャンネルです。今回はどんな角度からも描けるようになる世界標準の顔の描き方第4回、知っているだけで上手くなる横顔を描く時の絶対ルールということでお話ししていきたいと思います。僕の仕事経歴はこんな感じになっています。興味のある方は概要欄にリンクも貼ってありますので、後で詳しく見てもらえればと思います。ここまで3回にわたって顔の描き方の基本について学んできましたが、横顔がいまいちうまく描けずに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。それもそのはず、横顔に関しては他の角度を描くときとはちょっと違って、横顔を描くときだけのルールがあるんですよね。このルールを知らないと横顔のバランスがうまく取れなかったり、漫画やイラストなどでデフォルメのキャラクターに落とし込んで描くときに違和感が出てしまうんですよね。ということで今回の動画では基本的な横顔の描き方の手順を解説しながら、横顔をうまく描くために知っておいてほしい絶対ルールについてお話ししていきたいと思います。この動画でご紹介する描き方を覚えておくだけでもバランスの取れた綺麗な横顔が描けるようになると思いますので、横顔がうまく描けない人、顔の描き方の基本を学びたい人はぜひ最後までご覧ください。顔の描き方シリーズは今回で4回目となります。前の3つの動画をまだ見ていない方はタイトル下の概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらも合わせてご覧ください。またこのチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人、または趣味で描いているけどもっと絵が上手くなりたいと思っている人に向けて有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本題に入っていきましょう。ここからは実際に横顔を描きながら描き方の手順について解説していきたいと思います。まずは土台となる球体を描きます。この球体の中心を通るように縦線と横線を描き入れます。真横から見た場合、平面の図形のように見えますが、実際には球体の面に沿って描いているということを忘れないでください。少し角度をずらすとこんな感じになります。頭の側面の部分を切り落とします。こちらも真横から見た場合、内側にもう一つ円を描いただけの平面的な図形に見えますが、立体であるという意識は忘れないでください。顔の中央線を描き入れます。横顔の場合、球体の中心から横に引いた線と球体のアウトラインが交わる位置から真下に線を引いていきます。線の長さはキャラクターによって変わりますので、最初は長めに引いておいてください。顔の比率の補助線を書き足していきます。顔の比率について詳しい解説を知りたい人は、概要欄から前回の動画をご覧ください。比率の補助線に合わせて鼻、口、顎のアウトラインと目の位置のあたりを書き足していきます。ここで重要なポイント。横顔のバランスが崩れる人は、鼻先から顎までを直線で結んでみてください。これは E ライン、エステティックラインと呼ばれていて、このラインの内側に上唇と下唇が収まるように描くと、綺麗な横顔が描けると思います。この E ラインはリアルな顔の人だけでなく、ある程度デフォルメの効いたキャラクターにも使えると思いますので、横顔が綺麗に描けない人は補助線としてぜひ使ってみてください。球体の真ん中から真下に線を引き、球体のアウトラインと交わる部分を起点に顎先に向かって線を引きます。この線が顎のアウトラインとなります。顎の形はキャラクターによって変わってきますので、標準的な顎の目安として覚えておいてください。球体の中央の横線と鼻の付け根の位置から真横に伸ばした線の間に耳を描き入れていきます。耳は斜めについていますので、球体の中心を通る垂直線に合わせて描き込まないよう注意してください。これで下地はできましたので、あとはこの下地に合わせてキャラクターのディティールを描いていきます。ここで目を描く時の注意点。目の瞳の部分は正面から見た時丸く見えますが、横から見た時はかなり細長く見えます。球体の白目のボールに張り付いているお皿を真横から見た感じと思っていただければわかると思います。コンタクトレンズはまさにそういう形をしていますよね。ですので、横顔の時は黒目の部分の幅が広くなりすぎないよう注意してください。ここでは標準的なリアルな顔を描きましたが、この描き方は色々なデザインのキャラクターに応用できます。この描き方を使ってデフォルメの効いたキャラクターを描く方法は動画の後半で解説します。ここで横顔を描く時のよくある間違いについて解説します。よくある間違い1、頭蓋骨は球体だと思っている。この動画では頭のあたりを正円で描いていますが、実際の人間の頭の骨は結構楕円に近い球体になります。ですので首の付け根は実はこのあたりになりますので、髪を上げてる人や単発の人を描くときは後頭部のシルエットに注意してください。よくある間違い2、顎のラインと首のラインを一緒に考えている。顎先から頭の球体に向かって伸びる線を首につながるラインと一緒に考えてしまう人がいますが、これは間違い。顎のラインはあくまで内側にある骨のラインで、実際に首につながるアウトラインは皮膚のラインです。顎の骨とは別で考えないといけません。この皮膚のラインがないと頭と首のつながりが不自然になってしまいます。正面から見た時は見えないので意外と忘れがちですが、下地で描いた顎の線は頭と首をつなぐ線とは別だということを覚えておいてください。よくある間違い3、首をまっすぐに描いてしまう。人間の首は実は真下に向かってついているのではなく、少し斜めについているのが一般的です。首のラインをまっすぐ描いてしまうとロボットみたいなぎこちない絵になってしまいます。首のラインを少しだけ斜めに描くことで人間らしい自然なポーズの絵になると思い
いますので、意識して書いてみてください。番外編、横顔の比率の勘違いについて、鼻先から後頭部までの横幅が頭の高さと同じになると書いてある技法書が多いですが、それは西洋人の人の頭の話です。日本人などアジア系はいわゆる絶壁頭の人が多く、横顔の比率は割と縦長になることが多いです。ナルトなどのキャラクターデザインをしているアニメーターの西尾哲也さんは、意識しているかはさておき、横顔のデザインが縦長のキャラが多いですよね。一応欧米系の人とアジア系の人では横顔の比率が変わってくることを頭の隅に置いといてください。アニメのキャラでは縦横比1対1が多いかもしれません。それではここで実際の写真を使って横顔の描き方を検証してみましょう。まずは頭の球体の丸を描きます。次に球体の中心を通る十字線を描き、側頭部を切り落とします。立体の意識を忘れずに、中央線を眉間の位置から縦に伸ばして、比率の補助線を足していきます。補助線に沿って鼻、口、顎を描いていきます。バランスが取りにくい場合は E ラインを使ってバランスを取ります。目の位置のあたりも描いておきます。頭の中心から下に向かって線を引き、球体と交わるところから顎に向かう線を引きます。頭の中心の縦線から斜めに線を引き、眉間と鼻先の位置を参照に耳を描いていきます。耳が斜めについていることが確認できると思います。シルエットを意識して首のラインを描いていきます。先ほどのよくある間違いを思い出しながら描いてみてください。こんな感じに描けたかと思います。あとはこの下地を元に顔のディティールを足してあげれば完成です。それでは最初に描いたリアルな人の骨格を下地に使っていろいろなパターンの顔を描いてみましょう。まずは漫画やイラストによく使われそうなデフォルメのパターン。はじめに頭の球体を描きます。次に中心を通る縦横の線を引き、側頭部を切り落とします。眉間の位置から中央線を下に向かって描いていきます。ここまでは全く一緒。次は顔の比率ですが、今回はリアルな顔より少しデフォルメの効いた感じにしたいので、顔の長さを抑えてこれくらいの比率で描いていきたいと思います。顔の印象はこの比率で決まってきますので、この工程はしっかり吟味してください。比率が決まったら補助線に合わせて鼻、口、顎のアウトラインを描いていきます。鼻の高さをお好みの位置に設定したら、顎先までを結ぶ E ラインを意識して唇と顎を描いていきます。次に目の大きさのあたりを描きます。大きさや配置はキャラクターによって変わってきますので、お好みで描いてみてください。ここでは分かりやすいように先に目のディティールを書き込んでおきますが、初心者の方は全体の下地ができてからディティールを書き込むようにしてください。眉間の横線と鼻の付け根の位置を参考に耳を描きます。斜めについていることを忘れずに、下顎からの首のラインと後頭部からの首のラインを描きます。こちらもよくある間違いを思い出しながら描いてみてください。最後に髪を描いてあげましょう。髪が頭皮から離れすぎないように注意してください。ロングヘアの場合、髪束の付け根を意識して頭のラインに沿うイメージで描いていきましょう。こんな感じに仕上がりました。漫画やイラストによくあるキャラクターになりましたね。今度はごつい男性のキャラクターを描いてみましょう。描き方の手順は顔の中央線を描くところまでは一緒です。ごついキャラクターの印象にしたいので、顔を長くして顎の比率を多めにとってみたいと思います。ここからはまた先ほどと同じ手順で横顔のシルエットと目のあたりを描き加えていきます。顎の比率を大きめにとったので、顔の中央線よりも前に顎が突き出るような形にしてみました。目はお好みのデザインで描いてもらって構いません。ここでは力強い印象にするために眉毛を凛々しく印象的に険しい表情にしてみたいと思います。次に眉間と鼻の付け根を基準に耳を描いていきます。耳の付け根を斜めにすることを忘れずに、耳も力強い印象にするために耳たぶを大きくしてみましょう。顎を大きく取ったため、顎のラインがだいぶ下に下がります。この辺はキャラクターによって変わってきますので、基本の描き方をベースに対応してください。首を描き足します。先ほど同様、首の付け根と角度を意識して描いていきましょう。最後に髪の毛を足していきます。今回は力強い印象のオールバックにしてみます。髪の生え際は人それぞれなので、比較的自由に設定しても大丈夫です。髪は頭のラインに沿うよう意識して描いていきます。髪の流れがわかるようにシルエットの内側にも線を足していきます。あとはお好みで影を足してあげれば完成です。何かキルに出てきそうなキャラクターに仕上がりましたね。最後にもう一つ、極端にデフォルメの効いたパターンを描いてみましょう。顔の中央線を引くところまでは先ほどと全く一緒です。極端にデフォルメの効いたキャラクターですので、顔の長さを短めにとって比率の補助線を入れていきます。眉間から顎先までの長さを短く取りましたが、各パーツの分割位置は標準的な顔の人と同じになりますので注意してください。次に横顔のシルエットを描いていきます。キャラクターのデフォルメが強くなるに従い、顎先が丸みを帯びてきます。今回はかなりデフォルメの効いたキャラクターになりますので、先ほどのキャラクターとは逆に顎下は顔の中央線より内側に入ってきます。目の大きさのあたりを取ったら目を描き込んで
でいきます。デフォルメが効いたデザインですが、横顔なので瞳が丸く膨らまないように注意しましょう。耳に関してはこの場合かなり下に描いています。標準的な描き方がデザイン的に合わなければ臨機応変に対応してみましょう。後頭部からの首のラインと顎下からの首のラインを描き込んでいきます。こちらも後頭部の丸みを活かしたライン取りにしてみました。デフォルメキャラの場合、首は極端に細くするのが一般的です。最後に髪の毛を足していきます。今回はデフォルメの効いたキャラクターなので、可愛らしくお団子頭にしてみましょう。デフォルメキャラの場合、髪の束感が細かくなりすぎないようにざっくりとまとめて、毛先は丸くしてあげるとデフォルメらしさが出て良いかと思います。最後に細かい部分を描き足して影をつけてあげれば完成です。この描き方を覚えていれば、どんなキャラクターにも対応できると思いますので、比率を変えていろいろなキャラクターを描いてみてください。今回の動画はここまでとなります。いかがでしたでしょうか？ヒデチャンネルオンラインサロンでは平日毎日ライブ配信でお絵描き講習やイラスト添削をやっております。もっと絵が上達したい人やお絵描き仲間が欲しい人は概要欄のリンクからどうぞ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。